はい、今回は日本の風景を描くシリーズの中からね、茨城県にある伊豆良海岸六角堂を描いてみたいと思います。私はね、もう、4年ぐらい前かな、ここにねスケッチに行きました。伊豆良海岸というのは5つの裏と描くね、書いてとてもね、こう海岸線がね起伏に富んだ素晴らしい景色の場所です。そしてこの六角堂は岡倉天心というね、日本画の画家が明治になって日本画が衰退していくのがね忍びないということで、当時の東京美術学校ね教員を退職してこの伊豆良海岸に住み着いて、当時の若手の横山大観とかね、岸田春草とか、そのような作家、若手の作家を集めて一緒に制作に励んだ、いわばね日本画の明治のね聖地だったんですね。そして岡倉天心がその自分の絵の対する気持ちをね表す意味でこの断崖の上へ建てたのが今から描く六角堂です。さあ、ではまず伊豆良海岸のねこう岩場とね、そしてその上に生えてる木々を円形の部分ですね、さまざまな、緑や紫でね美しくまず描いてみたいと思いますよ。上というとですね、はい、そして手前の岩場、また六角堂の屋根、六角堂はこのようにね赤いね色で塗ってあるんですね。岡倉天心が新しい日本画を打ち立てるぞ、なんかそういう決意に満ちてるようなね素晴らしい赤い色でね、装飾されています。さあ、ドライブラシでこの六角堂のね岩場のふもとに打ち寄せる波も少し描きながら、こうやって色を重ねましょう。私はこの六角堂が見下ろせるこのね、大きな岩場の断崖の上に立ってるね立派なホテルがあるんですけども、よくここはね画家の方がねお泊まりになるホテルです。この六角堂が見下ろせるねそのホテルの廊下にね、このおかみさんがね案内してくれまして、ここから描いたらいかがですかって言ってくれたんですね。はい。さあ、海に風景ね、緑の木々が映ってます。そしてこのようにドライブラシを使って岩の質感とか波を描きましたよ。ね、これもちょっとこう優しくにじませながら、でもここの岩はとっても明るくね、日差しを当ててあげましょう。さあ、屋根を少しね丁寧に描いていきます。こうかな。ね、またちょっと赤い色を出して、岡倉天心先生の本当にね思い出に残る六角堂をアピールしましょう。茨城県にもたくさん見どころがあるんですけども、私はこの六角堂大好きですね。さあ、だんだんこうやってフロンタッチを生かして水の動き、それから遠くの方の
岩場はこうやってシルエットで単純化ですね。はい。ちょっと引っかいてもいいですね。もう今から何十年前かな。140、50年前だろうか。ね。岡倉天心先生、横浜大観先生たちがね、集まって、これからもっと日本の美術をね、こう立派に盛り上げていかなきゃいけないって、もう皆さん若い、そういう情熱をたぎったね。そして皆さんがこう集ったね、その六角堂。もう僕もその旅館のね、廊下からこれをね、見たときにね、本当に胸が熱くなりました。皆さんもね、そういう思いを共有しながらこれを見ていただけると本当に嬉しいです。こうやって手前はちょっと波がね動いてますので、岩の反映なんかもタッチを生かして描いていきますね。だいぶこう真ん中辺がずっと明るくアピールできてきたでしょ。六角堂もずっと引き立ってきましたね。水面、海面なんですけども、できるだけ鮮やかな色で描きましょう。ですね。さあ、だんだんこうやってね、こう水が動いて潮騒の音がね聞こえてくる、そういう絵ですよ。ね、こうやって細部をちょっと強調してもいいですね。岡倉天心先生の努力で、その後横山大観先生、石田俊宗先生、もうその他ねたくさんのもう画家がね育っていったんですね。はい、ここに今松の木を描いてますね。こうすると一層趣が出ますね。手前の岩場なんかもちょっとだけね整理して、ここに鳥も描いて、さあどうでしょうね。茨城の伊豆海岸六角堂ですよ。岡倉天心先生ね、これ書いてくれて、書いたら喜んでくれるかな。さあ、あと少しずつね、こうちょっと微調整してあげて、こんなね、松の木の枝ぶりとかね。はい。さあどうだろう。周り剥がしてみましょう。楽しみだな。はい、出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ね、茨城県の伊豆海岸。ね、そこのね、岩場の先端に立っている六角堂でした。ここに行かれた方、あなた行かれましたか？行ってないでしょ？いいですよ、ここ。とってもね、雰囲気あるし。やっぱり、ね、日本美術に大成した岡倉天心先生がね、選んだ場所だけのことあります。どの位置からどの角度から見てもね、絵になるような、本当に日本の海岸のね、美しさをね、もう凝縮しやねえような場所ですよ。はい。ねですね、ここをね、もうちょっと上の方からね、ちゃんと見下ろせるね、この近くにもう古いね、ホテルがあるんですね。そのホテルのロビーに行くと、岡倉天心先生の、お弟子さんっていうかな、なんか、横山大観先生のね、大きい絵がね、そのまま飾ってあったりします。だから、そのホテルに行って、ロビーに行って、その絵を見るだけでもいいね。
うん。ね。そういうね、こうかな。ね。伊豆海岸六角堂でした。ね。こう、なんか、冬の風がね、こう、松の枝をこう、ね、鳴らしているような音が聞こえそうでしょ？はい。さてね、柴崎は、チャンネルメンバーシップを行っています。もうたくさんね、会員の方が、参加してくださっているんですけども、ぜひあなたにもこれをお勧めしたくて今お話します。チャンネルメンバーシップはね、お入りなされやすいように、3ランクね、お値段が違ってます。いろいろ特典があるんですね。柴崎の例えばこういう描いた絵をこのデータとしてあなたのお手元にお送りします。そうしたらこれをプリントアウトしてこれを額に入れてお持ちに飾ることもできます。もちろんその他に、ノーカットでね、柴崎がこう絵を描いてるのをライブ配信で月に2回一緒に見ることができます。そしてチャットでね、あなたと会話することもできるんですね。ぜひいかがですか？柴崎もお待ちしてます。はい。さあ、ということでもう一度ね、はい、茨城県の伊豆海岸、岡倉天心先生が作った六角堂を描きました。最後までね見てくれて本当にありがとうございます。またすぐにね、次の家であなたとお会いしましょう。もう電通のこっちでね、柴崎も楽しみに待ってますよ。それまでぜひね、お元気で。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。